ジャパニーズポッドキャストビル桜子。皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、桜子です。ジャパニーズポッドキャストビル桜子を聞いてくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化や行事、食べ物や私の体験など日本の日常を日本語でお送りしています。日本は12月に入ってめっきり寒くなってきました。皆さんの住んでいる地域はどうですか？今回のテーマは日本の冬支度です。暖かい国、寒い国、世界にはそれぞれの気候がありますよね。日本の冬は12月から2月にかけて訪れる寒い季節を言います。地域によって異なる気候と風景が楽しめることが特徴です。日本は南北に長い国なので、北海道のような北の地方では厳しい寒さと雪が多く、沖縄などの南の地方では比較的温暖で雪もほとんど降りません。沖縄というと夏や海の印象が強いですが、寒さから逃れるためにあえて冬に沖縄旅行する人もいるくらいです。このように日本の冬は場所によって様々な顔を見せてくれるのが魅力です。まず日本の冬の気候について説明しますね。日本の冬は大きく太平洋側と日本海側に分かれた特徴的な気候パターンがあります。太平洋側の地域、例えば東京や名古屋、大阪などは冬の間でも晴れの日が多く、比較的乾燥しています。雪が降ることはありますが、積もっても1日か2日ほどでほとんど降らないため、雪かきなどは必要ありません。一方、日本海側の地域は冬になると雪がたくさん降ります。特に新潟や富山、北海道などの地域は豪雪地帯として知られ、積雪が1メートルを超えることもあります。この雪はスキーやスノーボードなどのウィンタースポーツを楽しむ人にとっては魅力的です。北海道には有名なスキーリゾート地が多く、毎年多くの観光客が訪れます。私の友達はスノーボードが大好きで、ワンシーズンに3回くらい長野県に行くって子がいます。それほどウィンタースポーツが好きな人は冬を待ちわびているそうです。新潟県の12月1日の最低気温は 5.3 度、最高気温は 10.8 度でした。これから寒さが増すことを考えると、気温が低くとても寒いですね。日本では冬支度という言葉があるように、本格的な冬になる前に寒さに備える準備があります。夏や秋用の薄めの布団を羽毛布団や暖かい毛布に交換したり、こたつやホットカーペットを出します。10年くらい前から床暖房も備え付けの住宅も増えてきましたが、賃貸住宅などには備えていないことが多いです。日本での一般的に暖を取る器具としては、石油ファンヒーター、電気ストーブ、暖房、ホットカーペット、こたつです。こたつは低めのテーブルの下に電気ヒーターがついていて、お布団をかぶせて覆い、その中に足を入れて座ることで暖かくなる設備です。こたつは基本的には正座をして使うものなのですが、和室も少なくなってフローリングが主流になってきている住宅事情や生活様式の欧米化もあり、足の長いテーブルで椅子に座ったまま使用できるこたつが売られるようになったり、こたつも進化しています。こたつの布団を外せば
通のテーブルになるので、夏場は普通のテーブル、冬場はこたつというような使い方が主流です。リビングルームなどの洋室でもこたつを出す家庭もあります。こたつは日本の伝統的な家具の一つになっています。そして衣類関係では、コートやマフラー、手袋などの冬小物を準備したりします。学生の制服やスーツの中にセーターやカーディガンを着たり、防寒を工夫していきます。手軽に外出先でも使える暖房具に北海炉というものがあります。北海炉は鉄粉が空気中の酸素と反応して酸化鉄になる酸化反応を使用して暖かくなる暖房具です。衣類に貼るタイプと貼らないタイプがあります。学生も社会人もよく利用しています。日本には衣替えの文化があるので、寒くなったら冬服へと制服などを切り替えます。衣替えについてはポッドキャスト動画を出しているので、まだ見ていない方は概要欄の動画もチェックしてみてください。冬の日本ではいくつかの伝統的な行事も行われます。日本の学校は地域にもよりますが、12月23日くらいから1月7日頃まで冬休みです。北海道などの寒い地域では冬休みが1月17日くらいまで延長されたりしています。冬休みに入ってすぐクリスマスが来るので、子供の頃はワクワクしました。サンタさんへ手紙を書いたり、早めに宿題をしたり、サンタさんが来てくれるようにいい子に過ごしていました。12月の中旬頃にはお正月の準備が始まり、家や神社をきれいに掃除したり、門松やしめ縄飾りを飾るなど、古くからの日本の文化が色濃く感じられる季節です。お正月を気持ちよく迎えられるように、年末の大掃除をします。普段できないようなキッチンの換気扇や家中の棚の掃除、念入りな水回り掃除など、新年を迎えるために家中をきれいにします。これは家族のイベントになっているかのように、1日から2日かけて年末の大掃除をしたりします。年末の大掃除が終わると、次は年賀状の準備です。最近はデジタル機器の普及で年賀状を送る文化が減ってきていますが、我が家はまだ年賀状を出しています。でも本当に年賀状減ってきていますね。年賀状は近況報告の自己満足なので、出して相手から返事が来なくても私は別に気にしません。年賀状にどんなことを書くかというと、昨年はお世話になりました。今年もよろしくお願いします。また仲間で集まろうね。みたいな感じです。写真付きの年賀状であったり、その年の干支をモチーフにしたデザインであったり、絵柄は様々です。習字の墨で達筆にかっこよく文字を書いて送ってくれる人もいます。私のおじいちゃんは習字が上手だったので、筆ペンでささーっとかっこよく書いた年賀状でした。12月25日までに郵便局に年賀状を出すと、新年の元旦1月1日に届けてくれます。しかし年末にかけてどんどん忙しくなってくるので、なかなかクリスマスまでにはポスト投函できないのが現状です。日本人が一斉に年賀状を出すので、この時期は郵便屋さんも大変です。年末から年始にかけて、郵便局のアルバイトの募集が増えます。学生さんとかには短期で高時給なので人気なアルバイトでもあります。新年を迎えると多くの人々が初詣と呼ばれる新年の参拝に神社やお寺を訪れます。初詣では新しい年の健康や幸せを祈るため、おみくじを引いたり、お守りを購入したりします。
初詣では初穂料を納めて、おみきや甘酒をいただきます。おみきは3回に分けて飲みます。私は甘酒が大好きなので、初詣や神社に行ったら絶対飲みます。初詣は神様にお賽銭をします。神様へのお賽銭はいくらでもいいです。私は財布に入っている小銭を投げていますが、新年こそくらいは奮発と参拝客も大振る舞いで、1万円を賽銭箱に投げ入れている人もいます。商売や事業をやっている人は神社参りなどで縁起を担ぐ人もいるので、日本ならではの行為ですね。日本人は1年のうちに複数の神社に行くことがあります。神社に行くたびにほとんどの人はそこでお賽銭をします。初詣は元旦の1月1日、もしくは三が日の1月1日から1月3日までに行く人が多いです。年明けのできるだけ早いうちに行くのが良いとされていますが、家族や友達、恋人と行ったりするので、1月中に約束していく人も多いです。私も3日までの三が日はおじいちゃんおばあちゃんと過ごすので、4日以降に初詣をします。毎年伊勢神宮に行っています。初詣が終わり、新学期が始まる1月7日に春の七草がゆを食べます。新年を無病息災で過ごせるよう願って、7種の草を入れてお粥を作ります。春の七草がゆの時期になると、スーパーに七草がゆのセットとして、一つのパックに入ったセットが売り出されます。七草がゆの7種の草は、それぞれ意味があり、街中では簡単に手に入るものではないので、草といってもスーパーで買うことがほとんどです。冬は冬ならではの食べ物も豊富です。寒い冬にぴったりの鍋料理やおでんは日本の家庭でよく食べられます。鍋料理は肉や魚、野菜などをスープで煮込んで、家族や友人と一緒に囲んで食べる料理で体が温まります。特に冬の時期は魚の身が引き締まって美味しくなるので、新鮮な魚介類も人気です。日本では鍋パーティー、略して鍋パと呼ばれるくらい、みんなでつついて食べる鍋は冬の集まりには欠かせません。コロナ禍では衛生面から控えられていた一面もありますが、コロナウイルスの取り扱いが変わったこともあり、最近よく鍋パをしようと盛り上がっている印象です。また、こたつと呼ばれる日本独自の暖房器具に入って、みかんや鍋を食べるのも冬の楽しみの一つです。さらに、日本の冬の風物詩の一つに、雪まつりがあります。特に有名なのが、北海道の札幌雪まつりです。毎年2月に札幌市で開催され、巨大な雪と氷の彫刻が街中に並びます。観光客は美しいライトアップやユニークなデザインの雪像を楽しむことができ、幻想的な雰囲気が広がります。他にも各地で小規模な雪まつりや鎌倉祭りが開催され、冬の美しい景色と日本の文化を体験することができる観光スポットやデートスポットとして人気があります。日本の冬は寒さの厳しい季節ですが、美しい雪景色や伝統的な行事、温かい料理など、たくさんの魅力が詰まった時期です。私の誕生日も冬になるので、私は春、夏、秋、冬の1年の中で冬が一番好きです。今回のお話はここまでです。チャンネル登録、グッドボタン、励みになるのでぜひお願いします。いつもありがとう。最後まで聞いてくれてありがとうございました。次回のポッドキャストでお会いしましょう。
まったねー。